突然です。ジャパンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしていたんだろうか。打ち合わせをしてたね。そうそう、打ち合わせをしに行くときに忘れ物をしましてね、取りに帰るとだいぶ出てから歩いてたんで、これは電車じゃ間に合わんということで、あれそれ違うな、昨日じゃねえな、なんだかもう同じような毎日の繰り返しで、昨日と一昨日の区別もつかない、そんな感じでしたね。そうですね、昨日はあれ違う、昨日はあれだわ、久しぶりに日テレの方に打ち合わせに行っててですね、でしたわ。久しぶりだったな、日テレの汐留の方に行くのは。あんなことをしておりました。で見ましたですよ、ところジャパンをね、昨日放送があったところジャパン見ました。何でした、なんつったっけあれね、なんつった犬の絵、陣内の、シポクロウの PV ができたっつって、クッキーが作曲して、でなんていうアドのあれの PV のイラストの人が絵を描いて PV を作ったっていうのが発表されたのが放送されてたんですけど、これね、この収録の時も打ち合わせにこの収録現場の楽屋にいたんですね。で、僕ちょいちょいこう陣内君の打ち合わせって番組の前後でね、番組収録の前にとか終わってからちょっとというパターンが多くて、そういうところに行くんですけども、この日はね、早く着いたんじゃないな、収録が押してたのかな、終了予定時間よりも押してたんで、早く着いたというか、普通に着いて、ずっと待って見て、楽屋でねモニターを見てたんですよ、この昨日放送があった回を。で、楽屋で非常に笑って見てたんですけども、僕あれじゃないですか、所さん大好きじゃないですか。だからね、こう同じスタジオにいるのにね、こうね、会えないというか、こうのこのこ会いに行くようなね、そんな失礼なことはできないんで、いい現場にいながらこうモニター越しにね、いいなと思いながら見てたりで、あとね、ご存知の通り松田龍平さん大好きじゃないですか。ショッタン、泣き虫ショッタンって映画があるんですけども、豊田監督だったかな、あれは。ちょっと調べましょうか。泣き虫ショッタン、あれね、非常にすごくいい映画な、将棋の泣き虫ショッタンの奇跡ね。実際の小説があるんですけどね、それを映画化したのが、これ19年だったかな、19年の作品だったかありまして、これ豊田監督でしたよね、違いました？非常にね、この面白いというか、いい映画なんですよ。で、ちょっと待ってくださいね。豊田監督ですよね。
奨励会のね、将棋26歳までにプロになれるかなれないかみたいな、あれ監督原作は瀬川庄司さんね、泣き虫ショッタンの奇跡、監督豊田さんですね、俊明でしたっけね。豊田さん、監督の豊田さん自身も大手でね監督デビューしてるんですけども、もともとこの奨励会将棋プロ棋士を目指してた時期があって、早々に、映画監督の方に行くんですけども、でも将棋の映画を撮ってて、それでこの映画を撮ってっていうので、非常に面白いこのね説明というか、いい映画なのは確かなんですよね。これ本当に面白くって、でその主演の松田龍平さんもすごくいい芝居をしててたまんないですよ。でね、あれがね、ラッドウィンプスのね野田さんが出てるんですよね。これがまたね良かった。めちゃくちゃかっこいいんですよ。で豊田監督ってね、当時僕が2丁目劇場でこうお仕事してる時にジュニアさんと非常に仲が良くて、ジュニアさんにくっついてね映画を撮らせてくれっつってで、後に撮ることになるんですけども、その当時からよくね2丁目劇場に来ては僕なんかとでもお話ししていただいてねやってたんで、でもこの映画は本当に面白い。でそういった関係で結構お笑い当時の2丁目劇場に出てたメンバーとも仲が良くて、映画にね出てる方も多いですね。特に鍋厚さん、桂三度さんね、今現在もう出てて、これがまたいい芝居をしてるのと、あとね三浦くんね、もともと芸人やってて、でジュニアさんとの東京出てすぐぐらいに非常によく遊んでた三浦くんが役者になるっつって、もう本当にいい役者になってますよ。これね、泣き虫ショッタンの奇跡って映画がね出てて、その松田龍平さんがゲストでいるんで、近くで見たいなと思いながら楽屋にいてたのを昨日ね思い出しましたわ。なんでところジャパンのあれもね、シポクロウのやつも面白かったんですが、このね泣き虫ショッタンをねぜひ、もうあれかな、DVD とかになって出ているのかしら。11月27日発売って書いてるから、もうすでに出ているのかな、どうなんだろうか。出ていると思いますよ。ニュースね、2018年の映画か。なるほどね。なるほど。じゃあもう番になって出ていることでしょう。ぜひどっかサブスクとかで上がっていればね、また見たいですね。ネットフリックスなりアマゾンプライムなりであれば、本当にいい映画なので、書いてますね。ブルーレイ DVD は発売中、レンタル中と、ぜひぜひ見ていただきたい。これ本当にね、夢をね一度挫折して、それでもうまたみたいなね、同じような漫画というかね、スピリッツでも連載されてたんですよ。なんて言ったかな、あれも終わっちゃったのかな。その漫画もね非常に面白かった。それだけ最後言って、スピリッ
将棋漫画リボンの騎士ね。もう終わってますね。20年38号までなので、去年のそうですね5月6月7月あたりに終わってるんですが、このリボーンの騎士も、同じ、題材で、プロになれなかったけどもアマから勝ち上がって、プロ棋士になるっていう話ね。これ非常に面白いんで、ぜひ合わせて見ていただけるといいのかなって思いますね。僕自身は将棋すごく下手なんですけどね、その世界観、限りがあるプロ棋士になろうと思ったらね、本当に26歳でしたっけまでに4段に上がらなくちゃならなくて、それがなかなか狭き門でね。お笑い芸人目指すって言ったらね、もうやめ時がないじゃないですか。ジャニーズジュニアもね、年齢制限設けて、これから20あれいくつでした ?2 歳3歳4歳ぐらいまでに何かしらね結果を残さないと続けられないみたいなのがありますけど、芸人に関してはねもうそれがないんで、賞レースとかは、年数制限があったりしますけども、みたいなところで何かをなそうと思っている方はぜひね、とても刺さる部分があると思いますんでね、リボンの騎士とショッタンとぜひ見てはどうですかとね。あとシポクロウのやつはね、カンテレ制作なんですね。ホームページで見れますよ。ね。そんなところですか。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。